皆さんこんにちは。ビッグ S Vlog のビッグ S AKA サイカです。本日はですね30日チャレンジ Day10 ということでね、今日も撮っていきたいと思います。最初にですね、やっと10日目まで来れました。ここまでね、来れたのはですね、皆様がですね見てくれたりとかいいねとかねコメントしてくれるおかげです。本当にありがとうございます。これね僕だけだったらね多分心が折れてもう速攻でやめてたと思いますし、こう皆さんのねこう見てくれるっていうのをねすごくねもう活力にしてね今までねやってこれました。10日目30分の10ってことは3分の1がね、過ぎ去ったということで、本当にあっという間な部分もありますし、こう皆さんにどうやってね僕のその話をね届けられればななんて思って、今日までやってきました。ということでですね、本日はですね何を話そうかなと思ってたんですけども、前にですねレンズについてね話していきたいなと思ってて、その話をねちょっとね僕が使ってるレンズについてちょっと話していければなと思います。今回レンズ紹介するってレンズ僕が使ってるレンズで話すんですけど、これ僕の本当にね使ってみた感覚、こういう感覚ってすごく大事だと思うので、僕が使ってみた感覚をねご紹介していきたいと思います。スペックとかそういうのはですね他の YouTuber の方とかがすっげえ丁寧にね話してると思うので、実際僕はそういうとこ軽くお話しして、僕がなんでこれを使ってるかっていう話をねしていきたいと思います。今日ね、紹介するレンズなんですけども、はい、こちらのレンズですね、僕のね大好きな単焦点レンズの一つなんですけども FE55mm F1.8 の話をしていきたいと思います。こちらはですねもう皆さんちょっともうね神がかってるレンズって言われてるんですけども、カール・ツアイス・ドナテイスターの、レンズです。これね知ってる人は知ってると思うんですけども、これも本当にね神レンズと言われているレンズなんですけども、こちら僕はですね本当にね大好きなレンズの一つです。はい。地味なんですけども、もうこれ絶対手放せないなっていうレンズです。はい。何がいいかと言いますと、写りですね。スペックはですね、いいレンズ僕も1本持ってます。50mm の GM レンズで、ソニーのレンズの FE レンズの高級ラインのレンズなんですけども、そのスペックというよりは本当に写り個性がありますよね。正直僕の感覚なんですけども、シャープでキレがあるんですけども、どこかクラシカルな空気感ですし、開放でも使える F1.8 で使えるシャープネスとか、こういうね色のりとかねコントラストとかね、もう本当にねこのレンズらしい、もう本当にこのレンズ、正直ね癖があるんですけども、その癖がねもうただもんじゃないんですよね。僕の好みのレンズになります。またですね僕が使ってるそのデハンサープロのねプラグインとも相性がいいなって個人的に思います。はい。このレンズをねちょっとね僕のおすすめレンズをですね。はい。このレンズですね、僕の電子書籍ボリューム1はこのレンズ1本全部撮りました。このレンズで。はい。本当にねいいんですよね。デハンサーさんのそのプラグインとの相性がめちゃくちゃいいですし、本当にねこれ相性良かったです。はい。でムービーもね結構これで撮ったりするんですけども、本当にいいです。はい。何がいいかっていうと、その多分そういう綺麗なシネマティックとかそういう描写だったらちょっとGM レンズの方がいいのかなと思うんですけども、僕みたいにフィルムルックな表現をする人っていうのは僕はこれが一番感覚的にはいいですし、そのデハンサーさんのそのプラグインを使うとさらにこうフィルムルックなもうリアルなフィルムっぽい感じになるので、すごくいい感じはします。はい。なのでこのレンズは僕はすごくおすすめですし、このレンズについてね熱く語るとちょっとねあれなんですけども、本当にですね軽いですし、やっぱりストリートスナップとかやるときとか、Vlog 撮るときとかってやっぱ軽さが正義なんですよね。いいレンズってやっぱりもう性能がいいので重たいです。はい。変な話、カメラ本体とこのレンズ合わせても1キロいかないです。700-800グラムぐらいだと思うんですよね。多分ちゃんと計測してないんであれなんですけども、で本当にいいレンズとかって今1キロは超えてくるので結構重たくなるんですよね。1キロのものをね長時間持ち歩くと結構ね疲れますし、ストリートスナップで出すのもその瞬発力がちょっと低下するのかなと思いますけども、こういう軽いレンズで
いろいろね取りまくる、取れ高を取るとかっていうのはすごくいいと思うので、本当にお値段もそんなにね何十万ってするわけじゃないので、中古でも結構6、7万ぐらいかなので、本当に僕個人的にはおすすめなレンズですし、結構いろんなね写真家とか動画クリエイターとかこのねレンズご利用してますし、値段が高ければいいってもんじゃないんですけども、僕個人的にはすごく好きなレンズです。はい。なのでですね、あんまりオールドレンズに似たような表現というよりは、オールドレンズに近いような表現ができるかなと思います。はい。本当にね、これはね、スペックを選ぶんじゃなくて、自分のその表現に合うか合わないかで選んだレンズなので、すごくね、もう思い入れがありますし、もっともっとね、これでいろんなものを撮りたいなと思ってます。はい。こういうのでね、これで一本ね、動画の作品、映像とか、作りたいなと思ってるんで、ちょっとね、30日チャレンジの中でね、一本また作っていきたいかなと思います。はい。こんな感じでですね、僕の感覚的なね、話をさせてもらいましたけども、作例とかは、僕のね、概要欄にインスタグラム貼ってありますので、それで撮ってあるものには、タグにはこのねレンズの名前貼ってあるんで、写真が特に多いですかね。ムービーもですねちょこちょこ撮ったりはしてるんですけども、ちょっとねお見せできないものとかねあったりするんで、今度ね作って皆さんにね、お届けできればなと思います。はい、ということでね、本日はレンズの話をさせてもらったんですけども、もしねこのレンズのね、話がねちょっとまた面白いなと思った方は、グッドボタンとかしてもらって、また他にもね、僕が使ってるレンズ何本かあるので、そのね僕の使った感覚でのレビューをしていきたいと思いますし、スペックとかはね多分他の YouTuber の方見ればめちゃくちゃ細かくお話ししてると思うんですけども、僕が使った中で、僕がこういう活動をしてる中で使ってる中ですごくいいレンズかなと思ったので、皆さんにご紹介させていただきました。本当にねお値段は高いものもあれば、ね、安いものもあるんですけども、高ければいいっていうのもあると思うんですけども、その僕のとかね、自分自身の表現に合うレンズをね皆さん選んでもらってもいいのかななんて正直思います。はい。高ければいいっていうのもね、それはそれであれなんですけども、自分自身の持ってる表現とかこういう表現がしたい中でレンズ選ぶっていうのもねすごくいいのかなと思います。はい。ということでデイ10をお話しさせていただいたんですけども、多分ねこの動画が見てる方いらっしゃると思うんですけども、前々回からBGM つけました。はい。BGM は作ってくれるのは僕のね YouTube 見ていただくと分かると思うんですけども、デハンサーさんのその、プロモーション動画を作った時にギター弾いてた子なんですけども、彼が、曲を BGM 作ってくれて、ギターも弾けて曲も作れるビートメーカーっぽいんですけども、はい。ですね、インスタグラムの昨日はねインスタグラムのアカウントがねできなかったみたいなので、僕もねちょっと言ってインスタグラムのアカウント作れって言ってるんですけども、なかなかね作った URL とか作ってるかどうか分かんないですけど、作った URL が来ないのであれなんですけども、来たらねまたここでもねお話ししたいと思いますし、ぜひね、その彼が出てる、ギター弾いてるところもね彼が弾いた音源を使って、音にしてるので、ぜひ彼のね、それ用のインスタグラムじゃないんですけども、彼のインスタグラムもねそのギターが弾いてるところに貼ってあるので、ぜひチェックしていただければなと思います。ということで、デイ10は終わりにしたいと思いますけども、本当にね、皆さんに支えられてデイ10まで来れたと思うので、あと20日間ですけども、毎日毎日更新してきますし、こういう話もいいと思いますし、いろんなね僕が、ね、思い立ったことをねトークにして30日連続でお届けしたいと思います。ぜひね僕の行く末がね気になる方はですね、チャンネル登録とグッドボタン、そして通知もねオンにしていただくとね、だいたい夜の9時ぐらいにはね更新してると思うので、ぜひねチェックしてください。マイルールとしては次の日12時超えなければ大丈夫しようっていう感じで、夜の12時超えないように、作ってます。はい。ということでね、僕の行く末を見ていただきたいなと思います。あと20日ということで、はい。またね突っ走っていきたいと思いますので、皆さん最後までご覧になっていただきありがとうございます。
皆さんまた、明日もご覧になっていただければ幸いです。お気軽にコメントも待ってます。それではまた来週じゃないですね。明日もお会いしましょう。それではまた。